皆さんこんにちは。ちょっとすいません。タピオカを飲みながらやってるので、黒いのがついたら申し訳ないです。前回の動画で、ルームツアーしましょうかみたいなことを話したら、やってくださいっていうコメントがたくさんあったんですけど、同時に部屋を特定されてしまうから気をつけろみたいなコメントもあって、確かにと思って。なので質問コーナーとかやりながら、猫ちゃん紹介してほしいっていうコメントもたくさんあったので、質問コーナーやりながら猫ちゃんをね、紹介したいと思います。なので、質問今更ね、俺に質問あったら、ください。質問コーナーじゃなくてもいいんだけどね。何でもいいんだけど、とりあえずやってほしいことがあったら、コメントくれ。今日はセカンドチャンネル深掘り動画になっています。今日扱うテーマは結構ね、昔にメイン動画で扱ったんですけど、アメリカ史上初のハイジャック未解決事件です。1971年、アメリカ感謝祭の前日、11月24日にスーツにネクタイ、ドレスシューズと見た目は紳士のような男がアタッシュケースを持ち、ワシントン発、シアトル行きのポートランド経由のボーイング727にポートランド国際空港から乗り込みました。男はダン・クーパーっていう偽名を使い飛行機に乗り込み、飛行機は定員の3分の1程度を乗せ離陸しました。3分の1ってスカスカですね。国内線そんなもんなんですかね。僕国際線しかほぼ乗ったことがなくて、クーパーは飛行機の後方にある座席に座り、タバコに火をつけ、客室乗務員にバーボンとソーダを注文しました。そして離陸直前になり、当時客室乗務員だったフローレンス・シャフナーにメモを渡しました。メモを受け取ったフローレンスは最初は、ナンパかなんかかなと思って、電話番号が書かれたメモを渡されたのかなと思ったらしいです。その場で読まずにポケットに入れ立ち去ろうとしていたんですけど、男は紳士的に、君は今そのメモを読むべきだと言い、メモにはブリーフケースに爆弾を持っていると主張する内容が書いてありました。他にもクーパーはシャフナーに午後5時までに当時の現金で20万ドル、今でいう120万ドル、日本円で1億3000万ぐらいですね。それとフロントパラシュートとバックパラシュート2つずつ合計4つのパラシュート、そしてシアトルにタンクローリーを控えさせておくという要求も伝言付け、すでに離陸を始めた飛行機の操縦席へと向かわせました。シャフナーが操縦席へ行ってからは、もう一人の客室乗務員であるティナ・マックローがダン・クーパーの隣で座ることとなり、操縦席との連絡係になるよう命令されました。シアトルまで約30分しかかからないフライトだったんですけど、機体は管制塔の指示に従ってピュージェット湾上空を2時間近く旋回し続けることになり、乗客 A はハイジャックだと気づかれないようにちょっとしたトラブルがあったと説明をし、その2時間の間にシアトルでは要求されたものを用意し、シアトル警察と FBI が滑走路付近に待機することとなりました。2時間近く CA とクーパー何してる？めっちゃ気まずくないですか？今飛行機をハイジャックしたっつって隣で CA がいて、あ、そうなんですかみたいな感じでお互い目線を合わせてるのかわかんないけど、2時間っすよ。めっちゃ気まずい。シアトルに到着したボーイング727は乗客を降ろし、飛行機内にはクーパーと客室乗務員、パイロットだけとなりました。この時のクーパーの格好もそうですけど、態度も紳士的だったといい、バーボンのおかわりをした際にはチップを払おうとしたり、待機中には客室乗務員に食事を垂らせようともしていたそうです。いらん優しさなのかわかんないけど、チップを払うって言ってもね、1億3000万要求してるからね。シアトルについてクーパーは要求したお金とパラシュートを受け取り、次はメキシコへ飛ぶようにとパイロットに要求したんです。そこから飛行機に燃料が入れられている間、クーパーは射撃されないように客室の窓の窓掛けを全て下ろし、パイロットにメキシコシティまでの細かい飛行機経路や飛行機速度を指示していました。南東へ進路をとって機体を最高高度3000メートルまで低空飛行させ、失速させないで済む最低速度である100ノットで飛行することを要求しました。このあたりね、細かくね、パイロットに指示できるっていうことは、飛行機のことをよく知ってる可能性がありますよね。誰かからね、それを指示された可能性もありますけど。そしてメキシコシティまで直行で行くことは燃料補給が必要なため無理ということになり、乗務員たちと話し合い、クーパーはネバダ州リノで燃料補給することで合意しました。また客室乗務員であるティナとの会話では、クーパーは地元の地理に詳しそうだったとのことで、シアトルタクマ国際空港から車で20分のところに軍の基地があるという情報など把握していたようです。まさか地元の人？俺？いつも早朝に撮ってるって言ったじゃないですか。今日珍しく夕方の4時頃撮ってるんですけど、めっちゃ口が回る。何も構わない。赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ言えましたかね。飛行機が離陸し、メキシコシティへと向かい始めましたが、その後ろ、客室から死角となる場所で、マッコード基地から2機の F106、もともと近くを飛んでいた無関係の空軍機 T33、他2機と計5機の飛行機がボーイング727を追跡していました。T33 に関しては途中燃料が尽きることとなり、追跡を断念。メキシコまでの追跡は4機となりました。そして飛行機はネバダ州リノタホ国際
空港へ着陸しました。到着した飛行機を FBI の捜査官や州警察、保安官代理、リノ警察が取り囲み、次の要求に備え待機。またクーパー本人が出てくるのかと構えていましたが、クーパーは一向に要求することもなく、姿を現すこともありませんでした。そこから武装した捜査官たちが飛行機へ乗り込み、捜査した結果、なんとクーパーが飛行機機内にいないことが確認されたんです。いつの間にかクーパーが消えた。客室乗務員のティナが語るには、メキシコ行きのフライト中にクーパーが客室後部の階段へと通じるドアを開けるように言われ、また全員操縦席へ留まるよう命令されていました。そしてその直後、客室内に警告音が響き渡ったといいます。これは機体後部のエアステアの設備が起動し、外へ出るための機体後部のドアが開かれたことを意味していました。その時点でクーパーはパラシュートを身につけ、外へ飛び出したということになります。ただ、ボーイング727を追跡していた4機の飛行機はどれもクーパーが飛び降りる姿を見ていませんでした。まあその日は雷雨がひどかったそうなので見落とした可能性もあったそうです。どうなんだろう、人が飛行機から飛び降りるのを見逃すことあると思いますかね。4機全員が。まあね、飛行機から飛び降りる姿誰も見たことないと思うので、映画とかでしか何とも言えないと思うんですけど、まあ雨も降っていたし雷もあっただろうから見逃しても分からなくはないか。 FBI の捜索も虚しく、ダン・クーパーの行方も分からず、ここからダン・クーパーは飛行機やパラシュートに詳しい人物ということで、元軍人や飛行機訓練を受けたことのある人物と推測され、今までに航空機関、軍事機関に関する人物を含め多くの人たちが容疑者として挙げられました。その容疑者の一人がリチャード・マッコイという人物でした。この誰も傷つけないハイジャック事件が起こってからすぐ、ダン・クーパーの似顔絵が作成され、新聞やメディアに流れていました。そしてこのリチャード・マッコイは確かダン・クーパーとされる人物の似顔絵に特徴が似た顔をしていたんですね。そしてこのリチャード・マッコイは元軍人であり、なんと1972年に同じく飛行機のハイジャックをして捕まっていたんです。しかも逃げる手口も飛行機からパラシュートを使って飛び降りるというところまでも同じ。さらに飛び降りた先で警察に捕まってしまったんですけど、45年の刑を言い渡され、収容されていた刑務所の門をゴミ収集車で破壊して脱獄までしているんですよね。しかし最後は潜伏先が捜査官に見つかり射殺されるという最後でした。この人はこの人で映画並みの演出してますね。このリチャード・マッコイがダン・クーパーだったというのは、リチャードの妻がリチャードから自分がダン・クーパー本人だというのを聞いていたりもしたため、世間の一部ではリチャードがダン・クーパーだと信じられていたんですが、まあそれでもね、なかなかね、決定的にこの人が犯人だという証拠が見つからなかったそうなんですね。客室乗務員の証言でもリチャードはダン・クーパーじゃないと証言されてますし、リチャードは南部なまりがあってお酒も飲まなかったそうです。もしリチャードが犯人なら、1回目のハイジャックが成功したから2回目を行ったのか、または自分もこのやり方ができると思い模範したかですよね。実際に1972年はこのダン・クーパーを真似して犯行が15件も起きていて、何人かは実際パラシュートで飛び降りているんです。空港もガードゆるゆるすぎますよね。一回こういった事件があったらそこから警備ちゃんとしてほしいですよね。まあみんな失敗してはいるらしいんですけど、もしかしてね、リチャード1回目うまくいったから2回目もやっちゃおうみたいな感じで試したのかわかんないけど、他にも事件からかなり後になるんですけど、ウォルター・ R ・レカという人物が友人との通話の中で自分がハイジャック犯だと喋っている内容が、その通話相手の友人のラウリンによって公表されたんです。これはウォルターに許可を取り録音されたもので、彼の死後この内容を公表するように頼まれていたそうなんです。ウォルターも元軍人でパラシュートチームの一員だったことや、ウォルターの告白では飛行機から飛び降りた後の経路がダン・クーパーにしかわからないような詳細を語っているところが信憑性があると思われていたんですが、実際飛行機から飛び降り地上に降りた後にウォルターが出会ったとされる人物についても調べたところ実在していたことが分かりました。そしてその人物にウォルターの写真を見せ、当時の状況を聞いたところ、確かにウォルターに会ったと証言していたんです。そこで友人であるラウリンが独自で調査したところ、ウォルターに関するものと閲覧可能な FBI 資料を照らし合わせた結果、ウォルターがダン・クーパー本人に限りなく近いという結論を出したんです。しかし FBI からすれば他にもダン・クーパーに関する公開していない情報があったとされ、 FBI はこのウォルター・アル・レカはあくまで容疑者の一人という位置づけだったそうです。そして1980年、ある少年がワシントン州からポートランド北部にかけて流れるコロンビア川の沿岸で腐乱した20ドル札の束を発見。後にその紙幣は事件で要求された20万ドルの一部であることも判明していたんです。 FBI がクーパーに渡すために用意した紙幣は無傷の20ドル紙
幣1万枚で、そのほとんどが投資番号 L から始まるものだったんですね。これは紙幣がサンフランシスコ連邦準備銀行から発行されたものだと示していました。紙幣のほとんどがシリーズ 1963A やシリーズ1969からのものであり、要求に使われる紙幣全てが記録されていました。そしてその紙幣のシリアルナンバーが公開されたんですけど、なんと事件に使用された紙幣大半は発見されることはありませんでした。そんな捜索が難航している中で、クーパー本人からとされる手紙が事件直後に新聞社宛てに送られてきていることが発覚し、内容は私は捕まらないと分かっていたという文以外は暗号のようなもので長年解読できていませんでした。しかしこのクーパーハイジャック事件から長年にわたり、この事件を追ってきたテレビプロデューサーのトーマス・J・コルバート氏により、その暗号の一部が解読されたというんです。手紙の一番下に9桁の数字が書かれており、ロサンゼルスタイムズ紙の記録保管庫の中からこの暗号のような数字の手がかりとなるコードを見つけたと発表しました。そしてこの9桁の数字はクーパーが共犯者へクーパー自身が飛行機から飛び降りた後の行方を伝えるための暗号だったとコルバート氏は考えました。そこからコルバート氏はこの暗号の作り方から一人のベトナム機関兵であったカリフォルニア州サンディエゴに住む74歳のロバート・ラックストローがクーパー本人なのではないかと推測したんです。実際このラックストローはハイジャック事件が起きた7年後の1978年から FBI にマークされていた人物だったんです。ラックストローは軍内で暗号の基礎を学び、事件が起こる1ヶ月前に突然除隊。軍にいる間には US Army Airborne School、空軍の学校ですかね、に通ったり、グリーンベレーアメリカ陸軍特殊部隊で飛行機の操縦やパラシュートによる降下技術を学んだ経験もあり、FBI が考える犯人像と完璧に一致していたんですよね。確かにタイミングも完璧すぎるから、これは疑われるわな。また新聞社に届いたとされる手紙を、このラックストローの同僚だったリック・シャーウッド氏が解読したところ、手紙の中に Please tell the lackey cops DB Cooper is not my real name、 警察に伝えてくれ、俺の名前は DB クーパーじゃないんだっていう文を発見しました。これは当時事件の報道をした際、報道機関がダン・クーパーを DB クーパーと間違って報道されていたことから、クーパー本人が新聞社宛てに送ったものであるとの信憑性が増すことになりました。なんかこういう犯人とか連続殺人鬼って異常に自分のプライドを誇りたがる性質ありますよね。自分は殺したとか、なんか誤解されてたらそれは違うってはっきり言いたがるような。そしてこの手紙には Lucky Cops 下働きの警察っていうフレーズが2度使われており、2度目の際はカッコの中に入っていました。コルバートに雇われた元軍人のリック・シャーウッドが解読したところ、独自の文字数計算システムで And please tell the Lucky Cops の部分が総数269、そして I'm Lieutenant Robert Rackstraw 私はロバート・ラクストローだの文章も総数269になり、数字が一致するというんです。もう暗号部隊何言ってるか分かんないですよね。これさすがにこじつけっていうのか言い過ぎじゃないですかね。この素数が一緒だからみたいな、ちょっと無理があるんじゃないかな。とりあえず同僚のリックもラクストローがダン・クーパーだと一応確信しているらしいです。しかし FBI や世間ではこれはこじつけのようなものだとして、 FBI もこの同僚が証言する内容については積極的に捜索していない方針だそうです。テレビプロデューサーと元同僚だけが絶対彼じゃんみたいな感じで盛り上がっちゃったんですかね。プロデューサーであるコルバート氏は他にも自身が作ったダン・クーパー事件のドキュメンタリー内で、ジョー・ウェーバーという女性の亡き夫デュワン・ウェーバーが亡くなる直前に私はダン・クーパーですと打ち明け、謎の犯罪師であったダン・クーパーが自分の夫だと確信して何年も過ごしていたと説明しているんです。そしてドキュメンタリー内に登場するもう一人の女性マーラ・クーパーは叔父の LD がダン・クーパーだったと信じていると。他にもワシントンでパイロットをしているパットとロン・フォーマンは彼らの友人バーバラ・デイトンが飛行機をハイジャックしたダン・クーパーだったと信じているそうです。自分の知り合いがダン・クーパーだと思ってる人いすぎですよね。みんな何も確信もないのに絶対彼だみたいな意味のわからんね自信。なんかダン・クーパー、DB クーパーは一応アンチヒーロー的な感じで人気あったそうなんですね。なのでみんな誇りたかったのか知らんけど、さっきも言いましたが彼は身なりも行動も紳士的であり、誰も傷つけず、そして煙のように消えてしまった。みたいな感じで世間は彼のことをダークヒーロー的な感じで扱ってしまったんですね。以上が DB クーパーの話なんですけど、みんなもね気づいてるかもしれないですけど、この DB クーパーの事件に関する資料があまりにも少なすぎなんですよね。資料というか手がかりですかね。なので容疑者をね洗い出そうとしても結局ねなかなか決定的になる人が出てこなかったらしくて、史上初
のハイジャック事件になっているんです。皆さんどう思いますか？この事件。かなりすごい事件ですよね。飛行機ハイジャックしてお金要求して、それをお金持ち帰って姿消してるんですかね。しかも今も未解決事件。なんか絶対共犯者はいたと思うんですけどね。それ飛行機内部かどこかはわからないですけど、どこに消えたんだろうね、パラシュートで。いや、ほんと不思議な事件だわ。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。